皆さんこんにちは。今日はですね、私がこの板付けの胡蝶蘭の株に対してしているお手入れを5つピックアップしてご紹介したいと思います。板付けの胡蝶蘭というのは鉢植え株と違って、まず第一に植え替えをする必要がないということで、板にしっかり活着さえしてしまえば、基本的にはお水やりさえすれば大丈夫ですよということでお話をしていたんですけれども、実はちょこちょこお世話はしておりまして、そんな私がしているお世話を今日はご紹介したいと思います。ちょうど今ね、師走の真っ只中になりまして、皆さん大変お忙しくお過ごしだと思いますけれども、もしかしたらね、年末年始のお休みは少しゆったりできるという方もいらっしゃるかもしれませんので、そんな時にね、暖かいお部屋の中で胡蝶蘭の株と向かい合って、ちょっとメンテナンスしてあげてみてはいかがでしょうか。板付け株のお手入れ1つ目、枯れた根っこを切ってみる。ごっそり枯れてくるとね、ちょっと何か異変があったのかなと感じることもあるんですけれども、そうでなくてもですね、たまに、1本や2本枯れてくるっていうものがありますので、普段は別にそれを急いで切り取る必要は全くないんですけれども、たまにはね、綺麗に散髪してあげてみてはどうでしょうか。この株もこうパッと見てすごく元気そうにね、感じてもらえるんじゃないかと思うんですけれども、ここに1本枯れている根っこがありますね。これは活着した後に枯れてしまった根っこですね。そして、後ろ側なんですけれども、これ1本だけね、この根っこ枯れてるんですよね。あ、これさっきの表の根っこの続きですね。なんだ、とにかくですねこうしてたまによーく見ると、あらこれ1本根っこ枯れてるわというふうにね、思うことがあると思うので、たまにそれをね綺麗に取ってあげてはどうでしょうかということなんですね。今日は、実際にねこの株の根っこをちょっと切っておきましょうね。先端見つかったら、そこから枯れてる部分はとりあえず切っちゃっていいです。枯れてるところ、枯れ始めてるのが多分この辺ですね。この他の根っこと重なってるこの辺なので、ちょっとそこをね、切ってみましょう。パチッ。活着してしまっていた根っこだとね、うまく取れなくてちょっとね残ってしまうこともあるんですけれどもね、もし気になればピンセットとか、細かい道具を使って取り除いてあげてもいいですが、あんまりねいじっていて他の根っこの活着を取ってしまわないように気をつけてあげてください。今日はねこんな感じでよしとしちゃいます。あと今見つけたんですけど、この根っこの脇からピョロッと出てきた根っこがなぜか枯れてしまってますね。これもちょっと切っておきましょうかね。枯れた根っこを全部くっつけっぱなしにしておくと、もし株に異変が生じてですね、ごっそり根っこが枯れてきた時に、最近たくさん枯れてきたのか、もともとずっと枯れていたのかちょっとわからなくなってしまいますよね。なので定期的にはですね、こうして枯れた根っこ、取り外しておいて、一旦リセットしておくとね、観察がわかりやすくなるのかなと思います。続いてお世話2つ目なんですけれども、板付けさせた時に水苔とか株を固定するために使った紐とか糸、緩んでませんか？で板付けの直後に結構ね根っこが何本も枯れてくるっていうことがあるんですよね。植え込み剤と株の根元の体積が結構減ってしまうっていうことがあるんですよね。この体積が減ってきてしまっていると、最初にかけた紐緩くなってしまってるっていうこともありますし、紐自体が傷んで伸びてしまってるとか、腐って切れてしまっているっていうものもね、あると思うんですよ。でそうなった時に株の状態を見てですね、びっちり活着をしていれば株が落っこちてくることもずれてくることもないんですけれども、もしねしっかり活着して固定される前に根元がぐらついてしまいますと、やはりね、仕立てたいポジションというか角度に決まらなかったりとか、活着もねうまくいかないということもあるんですよ。ぜひね、たまには株が固定されているかどうかっていうのをね確認して、もしねこんな感じでぐらついてしまうようでしたら、せめてね根元のところだけでもギュッとね板に押さえつけておいてください。
この株でいうとね、今板の方向に向かって一本根っこが出てますけれども、このままほっときますとね、こうグラグラしているので、この根っこがねいつまでたっても活着できないんですよね。どのポジションでどの長さで板にくっつこうかっていうのはね定まらなかったりしてしまうので、できたらねこの板に近い方、このポジションではなくてこのポジションでくっついてもらう方がいいと思いますけどもね。すでにね固定に使っている糸があると思いますので、その上からですねさらに重ねてつけるっていうことでもいいですし、もし麻紐なんかを使っていて腐って切れてしまっている箇所があるっていうことだったら、糸を全部外して新たな糸でしっかり固定するっていうのは必要になります。はい、では続いて3つ目のお世話のご紹介なんですが、水苔がもしね減ってしまっていたらぜひ足してみてください。水苔がねポロポロ落ちて結果的に減ってしまっているっていう場合はもちろんなんですけれども、もし板付けに仕立てたものを育てていてですね、なんかどうも乾きやすすぎる、水やりが追いつかないなというふうに感じるような株っていうのは、水苔を増やしてみてはどうでしょうか。板付けっていうのはこれだけね、空気に触れていて乾きやすい育て方ではありますので、劇的に変わるわけではありませんけれども、やはり、薄くしか水苔を乗せていない場合とこんもり持ってあげる場合というのは、やっぱり乾き方全然変わってきます。しばらく育ててみられてちょっと水やりが夏追いつかなかったなっていうようなことを感じられる場合にはですね、ぜひ水苔増やしてみてください。はい、ではお世話の4つ目なんですけれども、株の向き最初と違っちゃってませんか？この株今カメラに対してまっすぐ向けているんですけども、ちょっとこっち行っちゃってますよね。これね私的には不本意なんですよね。ちゃんとまっすぐなっててほしかったんですけど傾いております。でこれはよくあるパターンです。別に生育に問題はないと思うんですけれども、ぶら下げた時にやはり株が傾いていればそれだけね板も傾いてしまうんで、まっすぐな板でつけている場合っていうのはね、だんだんこれがね歪んでくると、こっち向きとかあっち向きとかそういうものがね部屋の壁にかかってたりなんかすると、見た目的にはあまり美しくなくなってしまうので、直してくれたらそれが一番いいなというところですよね。ただしですね、もう株の根っこがですね裏にしっかり張り付いていて、根っこによって株がしっかり固定されてしまっている場合っていうのはなかなかねそこから方向転換効かないんですけども、例えばこの株なんかはまだ修正の余地が十分にありそうですよね。でこの作業をするときはですね、私は基本的に麻紐を使いますね。で正面右向きになってしまっているんですね。左向きか、左向きだ左向きですね。左に向かって倒れてしまっているので、ちょっと右に引っ張りたいというような感じです。紐のかけ方はですね正解はないと思います。皆さんねその時々状況に応じていろいろ工夫してねやってみていただけたらいいんですけれども、今日は私はこれもし花茎とか出てるやつだったら、こういう作業する時にね、花茎下手に触って折ってしまわないように重々気をつけてくださいね。はい、ちょっと糸をかけて方向を修正してみました。今回私はですね輪っかにした紐、これをですねかけました。で持ってきた右側の方にかけました。でその紐の延長線上をぐるっと一周回して同じ位置で結んだわけです。糸の回し方、紐の使い方に正解はありませんので、皆さん工夫してぜひやってみていただければいいんですが、結果的にちょっとお行儀よくなったと思いませんか？今やった作業はこの株がこう倒れていたものをちょっとセンターに戻したっていう作業になるんですけれどもね、この株のぐらつきとかそういったものに対しても皆さんでいろいろ工夫してやってみてください。育てることを楽しむという一環でこんなお世話をしてみてはどうですかという一つの提案になりますのでね。はい、
では次、お世話の、5つ目を紹介したいと思うんですけれども、もうね何年経ったかな、もう数えるのもやめちゃったんですけど、ずーっとつけてある株ですね。もちろん根っこもとんでもないことになっているんですけれども、株もですねだいぶ立ち上がっていますよね。これなんかはもうここが株元だったんですけども、どうでしょうね、この間に葉っぱ何枚落ちたんですかね。だいぶ年数を感じますね。この株元の立ち上がり、鉢植えだったら絶対に植え替えをしなきゃいけない案件ですよね。板付けなので根っこがねしっかり活着しているので、ここにこのままいられるんですけれども、これをこのままずっとこう仕立てておくか、もしくは仕立て直しも少し視野に入ってくるかなと思います。私がここで言う仕立て直しというのはですね、胴切りをして、上の株を別の場所へ持っていくということになるんですね。なので株にかなりね負担をかけるので、冬はやらない方がいいです。もしやるとしたら春がおすすめのお世話なので、この年末年始ね時間があったとしても、今はちょっと我慢になるんですけれども、この長く伸びてしまったこの軸というか胴をですね、根元付近でバツッと切って上の株を他へ持っていくということですね。この取り外したこの上の株っていうのは改めて新天地できれいに植え付け直して育てるということになりますし、この着生材に残した方、根っこだけになった株からっていうのはもしかしたら小株が出て、もう一世代ね、ここの板の上で暮らしてくれるコチョウランが出てくるかもしれません。これはね、結構、いろんなことを考えながらやらなきゃいけないので、初心者さんだとなかなかね踏ん切りがつかないお世話だと思いますし、コチョウランのねいろいろ育てる環境とか育て方とかにだいぶ慣れてきた人にぜひやっていただきたいお世話になりますので、まだ育て始めたばかりだよという方はいつかそのうちということでね、ちらっと頭の片隅に入れておいていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今日は、私がこの板付けのコチョウランに対してやっているお世話をご紹介いたしました。忙しいさなかだと、根っこ切ってあげたいし、ぐらつきも気になるんだけれど、なんとなくなあなあにそのまま過ごしちゃってるなっていうことも多いんですが、もしねこれからお時間があるという場合はね、ぜひやってみてあげてください。それでは今日の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいねと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。かねてよりちょこちょこアナウンスをさせてもらっております。2024年のカレンダーなんですが、第1弾サンプルっていうか普通に作ってもらって買ってるんですけど、写真の暗さわかんないかもしれないんですけど、ちょっと暗いかな。これはねあえて背景黒いんですけど、ちょっとねなんだか暗かったりっていうことで、色のね修正も、することにしました。そしてせっかくねチャンネル名入れたんですけど、この木製スタンドの場合チャンネル名が隠れちゃうっていうね、これはちょっとありえない品種名もね入れててほしいっていう要望があったんで入れたんですけどもね、なんかそれも、なんか縁で切れちゃって入ってない、もう全然ダメ。サンプルとして作ってみて本当に良かったです。で、今回はですねこの春に作った卓上カレンダー、カードタイプのね、あと壁掛けカレンダーですね、それも用意してみようかなと思っています。その品種名をね入ってた方がいいなっていうのとか、壁掛けカレンダーが欲しいなっていうのは前回作った時にね視聴者さんからいただいてた要望だったので、実現可能な内容だし私も答えたいなと思ったので今取り組んでいるところではございます。ただ何分ですねちょっと慣れないこの写真の加工とかもありまして、かなり苦戦をしております。また追って、詳細ご報告させていただきます。もしご興味おありの方はぜひまた続報をよろしくお願いします。